これがハリオの子会社のヒロイヤから出たヒカル V60 スマートブリュワーっていうコーヒーメーカーです。で、僕は普段コーヒーはマニュアルで入れることが結構多くて、エスプレッソもねマニュアルレバーのマシンが好きだったりとか、焙煎コーヒー豆焙煎もするんですけど自分で、それもなんか手で回すやつを使っていたりだとか、美味しいかどうかは別として、結構マニュアルでいろいろやるのが面白かったりするんですけど、普段こういうなんていうのかな、ほぼ全自動みたいなマシンはあんまり使わないんですけど、でもこのコーヒーマシンの性能と機能を見てみたら結構良さそうだったので、良さそうっていうかすごい便利そうだったので、何が便利そうだったかっていうと、僕普段コーヒーは結構浅入りのコーヒーを家で飲むことが多いというか、ハンドドリップの場合は浅入りのコーヒーしか飲まないんですけど、浅入りのコーヒーを入れられるコーヒーメーカーってあるにはあると思うんですけど、あんまり数は多くないので、ちょっとね試してみたいなと思って1台提供していただきました。で、付属品というか中に入っているのはこれの本体とガラス製のサーバーとガラス製のこれ V60 っていうハリオのドリッパーがついてて、であとはペーパーフィルターもちょっと入ってます。で、正面の下に電源ボタンがあって、長押しで電源オン。それでマシンの上面にのボタンが2つあって、ボタンね2つしかないんですよ。で、ここが Bluetooth 接続したら、アプリと接続したらここが光って、で水の量足りなかったらここが光って、でこのピカピカしてるマークはクリーニングを設定するとこのマークが光ります。で、サービングのこれはサイズですね。 S なのか M なのか L なのか、で今ちょっと水入ってるんですけど、S を入れる分はありますようで、 ML はお水足りてませんよっていう風に光ります。で、あとはスタートって押すと勝手に始まります。それでここがウォータータンクですね。で、蓋はね乗っかってるだけです。で、ここにお水入れて、本体側の準備は完了です。それで工場出荷時のプリセットのレシピ S と M と L は全部一応ですね浅入り用にセットされてます。で、これはアプリを使って中入り用深入り用って変更することできます。で、使う豆の量が18、27、36で、温度は全部93度で、使うお湯の量が290、440、580っていう風にあらかじめプリセットが組まれております。それでちょっととりあえずね1杯入れてみますね。今ちょうどねこのエスメラルダ農園の芸者のリノナチュラルってねすごいいいやつをこの前サザコーヒーの太郎さんにもらったやつがあるんで、ちょっとそれで S サイズのライトローストで入れてみたいと思います。 S サイズなんで18g で、コマンダンテのクリック数を25くらいでやります。300ml のお水とペーパーフィルターをなんかリンスするしないっていうのはあると思うんですけど、今回はリンスなしでいきます。浅入りの時はなんかリンスした方が美味しいような気もしますが、 S サイズにしてライト消えるまでいきますか。はい、でスタートボタンを押してから抽出が始まるまでに少し時間かかるなっていう印象があったので、ちょっとねどれくらいかかるか測ってみますね。
了。5分30秒。で僕普段はハンドドリップをやるときはこういう温度設定ができない電気ケトルを使ってるんですけど、でこれでね結構温度をこう調整するのって意外と難しくって、で、待ってるとだんだんお湯の温度も下がってくるし、いつも沸騰したお湯にちょっとお水を足してなんか適当に調整してるんですけど、これの場合はなんか1度単位で調整してくれるんで、なんかむしろ人間が入れるよりかなり正確に入れてくれると思います。コーヒー豆も一旦ひいて粉にしちゃうと、もう何時間後かにはだからもう味とか香りとかそういうのがほとんど飛んじゃうので、だから普段からこのコーヒーをお店でひいてもらって買う人とか、ひいてある豆をそこら辺のスーパーとかで買うっていう人はあんまりねこのマシンを使う意味がないんじゃないかなっていうふうには、思います。なのでせっかくこれを使うんだったら、ちゃんとしたコーヒー豆、なるべく新鮮で入れる直前に自分でひくっていうことをちゃんとした方がより楽しめるんじゃないかなと感じました。これがアプリなんですけどね、ボタンを押すと接続してで S か M か L かで今全部プリセットでライトローストになってるんで、これをミディアム中入りなのか深入りなのかでこれをデフォルトにセットすることとかもできて、でこれ今ねブリューってボタンを押すと多分スタートしちゃうのかな。でも水少ないですってなってます。それでこの前ですねインスタグラムでこのコーヒーマシンを使ってなんかやってほしいことありますかって聞いたら、なんか結構ティラミス作ってほしいとかカプチーノ入れてほしいとか、ちょっとね本気なのか冗談なのかよくわからないんですけど、なんかいろんなアイディアいただきまして、で中にアイスコーヒー入れてほしいっていう人がいて、で確かにこれ全部プリセットで入ってるのがホットコーヒーのレシピでアイスコーヒーのレシピはないので、ちょっとアイスコーヒーのレシピを僕が作ってで登録して入れてみますね。豆は今回はねこのコロンビアのインフューズドコーヒーを使いたいと思います。インフューズドコーヒーなんでちょっとね賛否両論あるとは思いますが、最近ねこの海の向こうコーヒーっていうところでよく木豆を買うんですけど、ここがね結構アナエロビックとかね豊富に取り扱ってて、これもそのうちの一つですね。すごい美味しいです。クリエイトレシピで温度は92ぐらいで豆は18でいいかな。で最初の蒸らしはどうしよう60ぐらい。フローレベルお湯の量は真ん中ぐらいでいいですかね。こんな感じのアイスコーヒーのレシピを作ってセーブ、名前ね。これをセット to P。そうするとパーソナルレシピのところで今セットしたアイスコーヒーのレシピが入れられるようになりますと。お湯をケトルで沸かしてからこっちでリンスしてひいた豆を入れてで設定温度よりこっちの入れたお湯の方が熱い時は温度が下がってから抽出が開始されるんで、こっちの方が何かと便利かもしれないですね。特にペーパーリンスしたい人はね。でコップに氷を入れて今
82度で、蒸らしの時だけこのスプーンでちょっと攪拌しますね。その方が多分香りが出るんで。完成。ああ、いい香り。ということで、このねアイスコーヒーのレシピQR コードにして貼っておきますんで、ご自由にお使いください。ということで、個人的にはね結構ありなんじゃないかなとは思いました。というのもコーヒーハンドドリップもちゃんと重さと時間計ってやると、入れるのに10分ぐらいはかかるじゃないですか。お湯を沸かしてとかいろいろやると。なのでそれを、お水セットしてコーヒー豆一応引いて、でペーパーフィルターと一緒にセットして、あとはボタンピッて押しとくと、最後までやってくれて、でしかもちゃんとしたコーヒー入れてくれるっていうのが、結構ねありなんじゃないかなとは思いました。ていうか大多数の人はそれでいいんじゃないかと思いましたね。むしろなんかそういう細かい調整とかを本当にやりたい人は、全部手動でやったらいいんじゃないと思うんでねということで、興味がある人は、概要欄にリンク貼っておくんでチェックしてみてください。では。